はじめまして、私、株式会社エゾキッチン代表取締役の大石と申します。本日は IT ビジネス創出支援事業費補助金の、プレゼンテーションを聞いていただきたいと思います。テーマは、日本の水産加工業者におけるトレーサビリティの実現というテーマになります。まず、事業の目的と概要ですけれども、カナダのジスフィッシュ社のトレーサビリティシステム、タリーを日本国内向けにローカライズすることを目的としております。これにより日本の水産業の製造加工現場におけるトレーサビリティの実現がいたします。さらにそれにより海外への水産物の輸出拡大を目指します。またさらなる水産品の食の安全確保、国内水産品のブランディングを高める、いわゆる付加価値の向上をテーマとしています。まず日本市場の背景に関してです。ご覧いただいてお分かりの通り、国内需要マーケットは魚離れですとか従業者の減少とか低い利益率によって、減少をしております。その一方で、海外の方に目を向けると、中国を筆頭に米国ですとか EU ですとか、海外需要マーケットは伸びています。背景としてヘルシー志向とか魚食ブーム、そんなものがあると言われています。だったら、輸出すればいいんじゃないっていうふうに思われるかもしれませんけれども、ことはそう簡単ではありません。輸出には大きな2つのハードルがあります。1つはハサップ、もう1つはトレーサビリティ。この2つが諸外国から求められているのが実情です。それにより日本の水産加工品、非常においしいんですけれども、イギリスやアメリカ、輸入はできないというのが実情になっています。実際海外輸出時のトレーサビリティの必要制度としていくつかあるのですけれども、割愛します。輸出を視野に入れた場合にはトレーサビリティの実現は不可欠ということだけご理解ください。2つのハードルのうちの1つ目、ハサップに関してです。ハサップは食品衛生法が最近改正されましたので、水産製品製造業というのが新設されました。これにより営業許可を得るためにはハサップに沿った衛生管理の実施が必要となっています。したがってですね、法改正とともにですね、国が一生懸命ハサップ基準の衛生管理の実現を目指しており、こちらの方は徐々に実現してくるのではないかと思われています。ただもう一方のトレーサビリティに関しては未だに遅れているのが実情です。その背景として少人数の経営だったり、小資本の、加工場が多い、あるいは手書き伝票の文化がいまだに根強く残っている。特に少人数経営のところに関しては IT 化そのものが非常に遅れており、トレーサビリティには非常に遠い道のりということが言えます。仮にトレーサビリティを本格的に導入しようとしたらフルカスタマイズのシステムしか今存在しておりませんので、莫大なコストがかかるというのが実情です。じゃあ水産加工場と、その輸出認定工場の、数字に関してお話ししたいと思います。現在ですね、水産加工場は約8000ぐらいあると言われています。そのうち輸出認定工場は2017年の時点で対米の認可が363、これはわずか 4.5%、対 EU の認可は、わずか56、これは、全体の 0.7% とまだまだ低いのが実情です。つまり輸出認定工場は大規模工場だけが実現しているというのが実情です。ところがですね、中小規模50人未満の加工場っていうのは全体の約9割を占めています。中規模未満の加工場が輸出認定されていない、いわゆるトレーサビリティが実現されていないというのが、現在の実情です。で、今赤でくくった部分、10人から50人規模の加工場、ここだけでも約3000箇所ありますけれども、ここに対して ICT 化を実現して、促進してトレーサビリティを実現すれば輸出のチャンスはまだまだあるんじゃないかなというふうに予測をしています。ここが今回ターゲットとなるマーケットとなります。輸出以外の点で、お話をさせていただきます。日本漁業を脅かす IUU 漁業、この IUU というのはいわゆるイリーガルな、漁法、つまり、違法操業と呼ばれるやつですね。こちらが今深刻な問題になっています。
言ってしまえば、違法な操業、由来のわからない部分に関しても、なんとなく受け入れてしまうっていうのが今の日本の実情で、これを排除するためにも国内の水産物のトレーサビリティが重要課題というふうに言われています。もう一つのトレーサビリティの効果としてブランディングアップというのが挙げられます。日本は昔から多くのこだわりの漁法とか処理法によってブランド力を高めてきた歴史があります。聞いたことあるかもしれませんけれども、例えば大間の一本釣りのマグロだったり、大分県の白下カレーとか関サバや関アジ、地域はもちろんですけども、地域だけじゃなくてこだわりの漁法とかですね、処理方法、そんなことを行いながらブランド力を高めてきた魚がたくさんあります。ただこういったブランド、が、出来上がっているもの以外でもですね、こだわりの漁法を行いながらスポットが当たっていない魚もまだまだ多数存在しています。ちょっとイメージしてほしいんですけれども、例えば標津漁協の鮭、非常に、いい鮭ですし、処理方法とかにもこだわっているんですけれども、今現在はブランディングはできておりません。例えばこれの切り身がですね、スーパーに並んだ時にしべ鮭なんていう名前でシールが貼られて QR コードがついている。でお客様はこの QR コードをタップすると、どこで取れた日時ですとか海域ですとか魚体サイズ、場合によっては船舶名とか加工工場とか、そこまでがもし分かるとすれば、お客様の安心とブランディングにつながるんじゃないかなということも、考えております。じゃあ今回、なぜ、ローカライズでゼロから自社開発じゃないのかということに関して3つの理由があります。1つ目は日本の工場だけじゃなくて世界中の加工場と連携して今物を作っているというのが実情です。例えばガラパゴス形態のように日本独自で素晴らしいものを作っても世界では受け入れられないっていうのはよくあるケースです。やはり今回は水産品に関してはワールドワイドの企画統一企画で進めていくのがいいんじゃないかなということもありカナダとパートナーを組むことにしました。さらにカナダではすでに実績があります。ゼロからの構築よりはるかに低コストで広いマーケットが狙えるんじゃないかなと思っています。加えてですね、今回の案件に関してはカナダ大使館からの紹介、カナダ大使館も全面的にバックアップをしてくれてますので、そこと足並みを揃えてワールドワイドのマーケット、取れるんじゃないかなということも視野に入れています。それとですね、コンフィグレーションレイヤーっていう設計思想があって、パラメータの設定が非常に重要なんです。これは後ほどお話しいたします。ジス・フィッシャーの受賞歴、ジス・フィッシャー、まだまだベンチャー企業なんですけれども、カナダ国内においては多数の賞を受賞しています。このタリーというアプリケーションなんですけれども、ベースは基本のアプリケーションがあり、その上にコンフィグレーションレイヤー、いわゆる項目の設定っていうのが切り分けて設計されています。これらをまとめて魚種やサイズなどの固有情報をクラウド上のデータベースに載せます。このコンフィグレーションレイヤーっていうのが切り分けられていることで拡張していくことができます。これを拡張していくことで日本固有の情報とかにも対応していけるんじゃないかなというのが今回パートナーを選んだ理由の一つになります。例えば加工された状態でも一本釣りの魚が分かるとかですね、そういったような日本独自の水産文化に合わせたローカライズっていうのができればいいんじゃないかなということも期待をしています。続きまして、なんで当社がこれを取り組むかというお話ですけれども、まず日本は水産大国と言われています。でその中でも北海道は特に重要な拠点です。北海道から大都市圏へ今魚を送っている。つまり水産大国日本の中でも北海道が非常に重要な拠点であるというのが今の状況です。やはりそういう背景を考えると IT 化とかシステム化とかもちろんなんですけども、今回のトレーサビリティに関しても北海道が牽引役になるべきではないかなというのが背景にあります。それから弊社が取り組むべき背景として、弊社は IT を活用して食文化を豊かにしていくというテーマで取り組んできています。食と IT 両方に関して熟知しているという自負しています。
それから私はですね、北海道大学水産学部出身で、同級生には食品業界関係者とか水産業界の重鎮などが多数います。今回の案件に関してはソフトウェアメーカーが主導ではなくて、やはり現場で使われる方々ですとか業界関係者、それから行政の持ちから、そういうものが必要になってくるかなと思います。そういう意味では、こういった人脈っていうのは非常にこの先重要になってくるんじゃないかなと考えております。続きましてスケジュールなんですけれども、2022年第4クォーターに日本向けにローカライズしたものを発売しようと考えています。それから、2024年の3月、今回先ほど言いました通り、中規模加工場10人から49人、約3000箇所ですけれども、そこをターゲットとしています。そのうちのシェアを 2% だけ取りましょうというテーマに、しております。そして今回の、事業の、支援に関してなんですけれども、来年2月下旬までと聞いてます。その2年、来年の2月末まで何を実施するかといいますと、大きく言うと、モニター工場を選定して、そのモニター工場に導入をして試験運用していただくと。で、その間に情報を収集して、国内のマーケットに合ったローカライズですとかモディファイ、そういったものを実施していければというふうに考えております。最後になりますけれども、水産大国日本と言われています。ただ実際には国内需要は減少してますし、その従業者も加工場も減っているのが現状です。ただ一方で海外に目を向けるとマーケットは拡大しています。その背景を考えてもですね、なんとかワールドワイド、世界中に日本の魚を輸出できればいいんじゃないかなと思っております。さらに日本人は古くから魚に親しんできました。こだわった漁法ですとかこだわった処理法たくさんあります。それによりですね、日本独自の美味しい加工方法とか、世界でも通用する魚に対するこだわりっていうのがあると思います。世界に通用する、こだわりはトップクラスだと思ってます。ところが輸出できないことで日本の魚は美味しい、その日本の魚の美味しさは日本人しか知らないっていう皮肉な現状もあります。こだわりの漁法とか加工法もあります。ところがその由来とかですね、が不明確、いわゆるトレーサビリティが確立していないがゆえにブランディングができていないというもどかしさもあります。そういったですね、水産の現場のもどかしさ、皮肉さ、そういったものも本事業で解決できるんじゃないかなと思ってます。日本の水産業の未来が開けるようにですね、本事業に取り組んでいきたいと思いますので、何卒支援のほどよろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。